こんにちは。今回は以前からまとめて紹介したいと思っていた魅力ある全景層を10種類紹介します。育成の難易度やコツも合わせて紹介していきますので、ぜひご覧ください。グロッソスティグマ。丸い葉が魅力のグロッソスティグマ。可愛らしい葉は見ているだけで元気が出ます。グリーンの絨毯はとても美しいです。中型から大型の水槽に適しています。他の全景層と比べて成長がやや早い水草です。育成のコツは光量、CO2 添加、低消費量の3つが重要です。成長が早いため、植栽から3から4週間できれいな絨毯ができます。購入した水草の状態によっては、水面に向かって成長することがあります。上に伸びてしまうような場合も、1から2ヶ月もすると葉が生え変わり、横にランナーを出して絨毯を作ります。きれいな茂みを作るコツは、光量と低消の栄養分が重要です。また、植栽から3ヶ月経つと、ソイルの栄養分が減ってくるので、定期的な固形肥料の追肥が必要です。CO2 添加なしでも枯れることはありませんが、非常に成長が遅くなり、苔が付着しやすくなります。葉が白くなったり、葉が小さくなる場合は、低消の栄養不足が原因で起きやすくなります。光量不足の場合、葉が立ち上がってきたり、隙間の多い茂みになったりしやすいです。成長が早いので、こまめにトリミングします。葉が立ち上がってきたり、重なっている葉はカットします。ヘアグラスショート。芝生のような茂みを作るヘアグラスショート。全景に繊細な雰囲気を作ってくれます。石と組み合わせたシンプルなネイチャーアクアリウムに挑戦したいと感じさせてくれる全景層です。光量が強いと背丈の低い茂みを作りやすく、弱いと葉はやや長く伸びます。比較的丈夫ですぐに枯れることは少ないです。他の全景層と比べて装飾性の強い魚の影響も受けにくいと感じます。育成上の注意点として、葉が硬いため苔がつきやすい水草です。苔の発生しづらい環境でじっくり育成することが重要です。植栽は数本ごとではなく、10から30本まとめて植えます。CO2 添加がない水槽でも育成は可能です。CO2 不足や光量不足で枯れたりすることは少ない水草です。密生したきれいな絨毯を作るには CO2 添加、光量、低消費量が重要になります。水草の育成環境が整っていれば2から3週間で新しい芽やランナーで増えていきます。順調に成長すると4から5週間でトリミングが必要になります。茂みに合わせ伸びた葉は根元から1から3センチの高さでカットします。葉が黄色や白に変化する場合は低消の肥料不足が原因で起こりやすいです。キューバパールグラス。極小の葉で茂みを作るキューバパールグラス。小さな花が群生したような茂みを作ります。繊細な茂みはスケール感のある水景を作ります。CO2 添加がなくても育成は可能ですが、きれいな絨毯を作るには CO2 添加は欠かせません。育成のコツは根が張るまでの2から6週間、苔や魚の食害を受けずに育成できる環境を整えることです。
主に根から栄養分を吸収するので、低床はソイルにすると育成しやすいです。1から3センチの大きさの束で植栽すると育成しやすいです。きれいな絨毯ができるまでの期間は環境によって成長スピードが違い、2から5ヶ月間かかる場合があります。低床の栄養が不足すると葉が小さくなったり、葉の色が薄くなります。肥料は3ヶ月に1度、固形肥料を追肥します。低い高さを維持するように早めにトリミングします。パールグラスの仲間や一部の水草はソイルで立ち上げた際に溶けることがあります。特に栄養分を多く含むタイプのソイルでは水草が溶けることがあります。ソイルの初期は硝酸塩が蓄積しやすく、pH6.5 以下、KH1.0 以下では水草の種類によっては溶けやすくなります。栄養分を多く含むソイルほど pH や KH が下がりやすくなる傾向があります。溶ける対策としては、栄養分の少ないソイルを使い、立ち上げから2週間は水替えの頻度を週2から3回程度行います。パールグラスの仲間はソイルを使い始めて2から3ヶ月が経ち、pH や硬度の値が少し上がった時期に成長が良くなる傾向があります。ただし、低い硬度が苦手というわけではなく、CO2 がよく溶け込む軟水を好み、さらにやや硬度のある水質にも適応できる水草です。ニューラージパールグラス。小さい丸い葉が可愛らしいニューラージパールグラス。ライトグリーンの葉が明るい雰囲気を作ってくれます。キューバパールグラスによく似ていますが、葉はやや大きく、成長が早いため、初心者にはニューラージパールグラスの方が育成しやすいです。育成のコツはソイルを使うことです。CO2 添加なしでも育成は可能ですが、葉が立ち上がりやすくなります。きれいな絨毯を作るには CO2 添加が重要です。1から3センチメートルの大きさの束で植栽すると育成しやすいです。植栽から1から2週間で根が張り、徐々に増えていきます。ソイルで CO2 を添加している場合は、1から3ヶ月で絨毯ができます。ソイルの場合、水槽立ち上げ初期は溶けてしまうことがあるので、立ち上げから2週間は水替えの頻度を週2から3回程度行います。CO2 添加とソイルを使った水槽であれば、初心者の方にもおすすめしたい全景槽です。ウォーターローン。新芽のような柔らかい灰色のウォーターローン。密生度の高い見応えのある茂みを作ります。レイアウトでは草原のように水槽全体に敷き詰めた水景が楽しめます。育成環境が合うと成長が早く、きれいな茂みが作りやすいです。育成には CO2 添加と光量が重要です。2から3センチの大きさの束で植栽すると育成しやすいです。植栽から2週間経つと増え始めてきます。さらに2から3ヶ月経つときれいな絨毯ができます。水槽立ち上げ時は溶けることがあり、栄養分の少ないタイプのソイルが育てやすいです。柔らかい葉のため食害を受けやすいので、草食性の強い生態には注意が必要です。強い光量と CO2 環境を好むため、青みどろなどの苔対策も重要です。根の張りが弱く、トリミングを繰り返すことで低床から剥がれやすくなり、長期維持は難しく感じます。ソイルの栄養分がなくなり始める2から3ヶ月に一度、低床に固形肥料を追肥します。
コブラグラス。整然とした茂みを作るコブラグラス。古くから親しまれている魅力ある前傾層です。背丈が高くならないため、景観を維持しやすい前傾層です。時間をかけて群生させると非常に美しい茂みができます。水草自体は丈夫な種類です。溶けたり突然枯れたりすることは少ないです。育成のコツは苔の発生しづらい環境を維持することです。成長が遅いため魚が多い水槽では苔がつきやすくなります。購入時は少し明るい黄緑色の水上用の場合が多いです。水中用に生え変わる際、古い水上用は黄色く枯れていきます。水中用は真上に向かって伸び、葉先は緩やかにカールします。植栽は10から20枚くらいまとまった状態で植えていきます。水上用から水中用には3から5週間で生え変わり、根が張り出す1から3ヶ月過ぎから徐々にボリュームが増えていきます。根が定着する前の成長の遅い期間に苔が付着しやすいので、苔を食べる生態を入れるなどの苔対策は重要です。CO2 添加はなくても育成できますが、さらに成長が遅くなるため、きれいな茂みを作るには CO2 添加が重要です。栄養分は3から4ヶ月に一度、定少に固形肥料を追肥します。水草経験の豊富な中級者から上級者におすすめしたい前傾層です。テネルス。美しい細い葉の茂みを作るテネルス。葉は黄緑からピンクに変化し、色彩豊かな前傾層です。自然感ある茂みはネイチャーアクアリウムでも定番の水草です。初心者にも育成しやすく CO2 添加がなくても育てられます。水草用の LED など強い照明を当てると葉はピンク色になりやすいです。光量が弱い環境の場合、葉は緑色で長く伸びる傾向があります。育成のコツは定少にソイルを使うことです。砂利でも十分育成できますが、成長はやや遅くなります。ソイルの場合、水槽の立ち上げ時に溶けることがあります。立ち上げから1から2週間は週3回以上水替えすることで対策できます。水道水には CO2 が多く含まれるため、水替えは成長を促進する効果があります。地域によっては水道水に CO2 をあまり含まない場合もあります。CO2 を添加している環境では成長は比較的早く1から2週間でランナーを出し1から2ヶ月で茂みができます。CO2 を添加していない場合はやや成長が遅くなりますが2から3週間でランナーを出し2から4ヶ月で茂みができます。栄養分は3から4ヶ月に一度定少への固形肥料の追肥が重要です。CO2 を添加していない水槽では4から6ヶ月に一度追肥します。葉はやや厚みがありますが、草食性の強い魚がいる場合は葉が食べられてしまうことがあるので注意が必要です。ストロギネレペンス。明るい緑の葉が美しいストロギネレペンス。前傾層として広い葉が魅力の水草です。柔らかそうな葉に見えますが、葉に厚みがあり、魚の食害も受けにくい前傾層です。葉の色は環境に影響されにくく、きれいな緑色を維持しやすい水草です。有茎層である程度上に伸びて成長しますが、高くならず前傾層として楽しめます。
小型から大型まで幅広い水槽の全形層として扱えます。育成には CO2 添加と光量が重要です。強い光量の場合、低い高さを維持しやすくなります。水質にもうるさくなく、育成は難しくありませんが、やや成長が遅いため、苔の出づらい環境が重要です。3から4週間で根を張り、脇芽が増えて成長していきます。トリミングは高く伸びた部分をカットします。脇芽でも増えていきますが、カットした部分を差し戻して増やします。CO2 が不足すると成長が遅くなり、葉が小型化しやすいです。葉が小型化したり、葉の色が悪くなる場合は、低床の肥料不足が原因で起こりやすくなります。固形肥料は3から4ヶ月に一度、低床に追肥します。オーストラリアンの血止め。可愛らしい雰囲気のオーストラリアンの血止め。四つ葉のクローバーが広がるような雰囲気が楽しめる全形層です。水槽がとても楽しいレイアウトになるので好きな水草です。葉につく大きな気泡は見ているだけで癒されます。中型から大型の水槽に植栽しやすい水草ですが、CO2 添加がないボトルアクアリウムでも楽しめます。環境に合うと這うようにして水槽全体に広がります。CO2 を添加している水槽でも成長が遅くなる場合があります。育成のコツはソイルを使うことです。ソイルを使うことで CO2 添加がない環境でも育成しやすくなります。光量が弱かったり CO2 添加がなかったりする場合は水面に向かって成長しやすくなります。カラシンなど草食性の強い魚に食害を受けることがあります。植栽から2から4週間すると芽が張り出し、葉のボリュームが増えていきます。砂利や CO2 添加がない水槽では成長が軌道に乗るまで1から2ヶ月かかる場合があります。トリミングは伸びすぎた部分をカットして低床に差し戻して増やしていきます。固形肥料は3ヶ月に一度低床に追肥します。クリプトコリネパルバ。背丈の低い茂みが作れるクリプトコリネパルバ。葉の長さは約3から4センチと短く、小型水槽にも植栽しやすい全形層です。成長の遅いクリプトコリネの仲間の中でも、さらに成長が遅く感じる種類です。時間をかけてできた茂みはとても嬉しさが増します。背丈の低い茂みは長期間維持しやすいです。新しい環境では葉が溶けてしまうことがありますが、株が残っていれば再生するので、新芽が出るまで待ちます。育成のコツは、成長が非常に遅いため、苔の出づらい環境を維持することが重要です。CO2 量は多く必要ありませんが、成長が遅いため CO2 添加は効果的です。育成には4ヶ月から1年程度かけて茂みを作っていきます。固形肥料は4から6ヶ月に一度低床に追肥します。トリミングが少ない水草を探している中級者から上級者におすすめしたい全形層です。まだこの他にも素晴らしい全形層はたくさんあります。皆さんの好きな全形層やおすすめの水草があったら、ぜひコメントで教えてください。概要欄のブログでもたくさんの種類の水草を紹介していますので、お時間のある時にぜひご覧ください。今回は全形層の紹介になりましたが、今後は赤系の水草や
中継層も紹介したいと思っています。動画の更新は不定期になりますが、ぜひチャンネル登録いただき、次回も楽しんでいただけると嬉しいです。